今回の話は一番重要です。あなたがトレードで負ける理由はこの中にしかありません。これはもう言い切っていいと思う。必ず最後まで見て、そして改善してください。先生、基礎はもうバッチリだから早く大儲けする手法を教えてよ。全力でドカーンと買っちゃうぞ。フルレバの鬼と呼ばれたこの鬼丸様の実力を見よ。ストップ！退場する気ですか？まずは全力買い禁止です。失礼しました。まずは全力買いフルレバレッジをやめてください。今日は資金管理について学びましょう。実はトレードで一番重要なのは相場を読む技術ではなくてお金を守る技術なんです。でも資金ギリギリまで買わないとお金増えないじゃん。投資の世界ではリスクは振れ幅とも言います。資金増減に飲まれてしまわないように気をつけてください。例えば、鬼丸くんの銀行口座にいきなり今日100万円が振り込まれたとしましょう。ところが明日には500万円引き出されていました。その次の日には1億円振り込まれたと思ったら5分後に3億円引き出されました。この口座はマイナスもあるものとして考えてみてください。どう思いますか？怖すぎます。結局マイナス2億円？これが振れ幅です。資金や枚数が大きすぎると一瞬でショートしたり心が動揺したりします。そんな状態でトレードはできません。では500円玉貯金をしたとしましょう。さっきの例と500円玉貯金、どっちが安定して1年後に資金が順調に増えていると思いますか？もう絶対500円玉貯金をすべきだと分かりました。F1 レーサーでもないのに、いきなり無免許でじゃじゃ馬のフェラーリに乗ろうとしないでください。まずは自転車の乗り方から覚えましょう。次に原付免許を取る。そして軽自動車、普通車、アルファード、トラックも運転してみて、それからサーキットをぐるぐる回ってから市街地に出てください。危ないので。何の話でしたっけ？確かに。全力買いはダメだと言っていました。そうそう。じゃあ、具体的な話をしましょう。全力買いをすると、少し逆行しただけで、ノイズで駆られて、損切りになります。損切り貧乏になっちゃうんですよ。これは損切り幅が小さくて、ロットを張っている場合。損切り幅に合わせて、ロット計算をしている分は、ちょっとマシ。しかし、損切り幅を広くとって、大きな枚数でエントリーした場合は、もっと悲惨です。一発退場。一度大きく資金を失うと取り返すのは不可能なんですよ。だからプロは1回のトレードの損失額を総資金の 1% や 2% 以内に抑えるんです。2% ならどうですか？損切りを広く取って心理的負担もなく待っていられるような気がしませんか？たった 2%？ それじゃあ全然ドキドキしないよ。ドキドキはね、むしろいらないです。その代わり、資金管理のマジックを教えてあげましょう。これを使えばリスクをゼロにできますよ。リスクゼロ？どんなマジックなんですか？損切り幅と同じ値幅で半分利食いする。最初に設定した損切り幅と同じ値幅の含み益が出たら、欲張らずにポジションの半分を利食い、決済するんです。そして残りのポジションの損切りラインは買った時の位置から動かしません。損切り幅と同じ値幅で半分利食いする。損切り位置はそのまま。これでもし戻ってきてもトータルの損はゼロ。わかりますか？なるほど。損切り位置を動かさないのがポイントなんですね。半分利食って損切りはそのまま。もう利益を確保したから残りが損切りになってもトータルでプラマイゼロで逃げられる。でも毎回資金の 2% になるようにロット数を計算しなければいけないのも面倒だし、利食いと損切りを分けて設定するなんてめんどくさくてやってられないかも。確かに。鬼丸くんは MT4 でトレードしていましたよね。MT4 だと一括で利食いされてしまうし、利食い損切り設定がちょっと面倒ですよね。そんな時はツールを使えばいいんです。わざわざ何回にも分けてエントリーしたり、それぞれに損切り、利食いを設定したりする手間が省けますよ。
福さんっていうプログラマーさんが作ったエントリーアシストというツールです。エントリーアシスト？何それ？何がすごいかってね、チャート上で損切り位置にまずストップロスのラインをドラッグするでしょ？で、利食いのラインもチャート上でドラッグする。これだけで自動的に分割設定にしてくれる。いちいち価格を打たなくていいんですよ。ロットも自動計算。すごいですね。使ってみたいです。総資金の 2% 以内にリスクを抑えるのも初期設定なので計算しなくていいんですよ。リスクを 2% に抑えてくれるツールがあるんですね。それなら海外 FX でついついリスクを取りすぎちゃう僕にはぴったりとも。でも分割利食い設定はなんでする必要があるんでしたっけ？いい質問です。さっき話した資金管理のマジックを使うためですね。なるほど！半分利食いですね。そう、損切り幅と同じ幅で半分利食いして、残りをターゲットに利食い設定する。これで最初の利食いでリスクフリーになります。フィボナッチを使えばターゲットがわかるので、その目標値にドラッグして設定しておけば、もう見る必要ないですよね、チャートを。損切り幅と同じ幅伸びるのだけを見守れば、あとはノーリスクですから。あとは他のことをしていてください。見ていても株価は動かせません。資金管理って面倒だと思ってたけど、ツールに任せれば簡単ですね。今回紹介したエントリーアシストは、計10個のインジケーターが詰まった福さんの福袋をチェック MT4 版と MT5 版があります。それではここからもっと大事な話をしますよ。今までのは大前提。どうしよう。株が下落してきた。もう終わりです。どうしたんですか、慌てて。株価指数も確かに下落トレンド入りしていますね。で、それがなんで困るんです？なんでって損しちゃうじゃないですか。僕はNISAを始めたばっかりなんですよ。なるほど。ですが、鬼丸くんはこの間、僕は MT4 で海外 FX やっていますって言っていませんでしたか？普通にショートすれば良いだけの話で、株が下落して何の問題があるのか意味がわかりません。大株主か何かですか？ただ売れば良いだけ？何言っているんですか。こんな暴落の時に不謹慎ですよ、大野さん。僕は S&P500 に連動する投資信託を買っている程度で、大株主とかではないです。そうか。この話をしてあげましょう。雲の糸という名作を知っていますか？雲の糸は芥川龍之介の作品で、大泥棒神田田が血の池地獄に落ちたのを天界のお釈迦様、つまりブッダが神田田の生前の善行を考慮して雲の糸を垂らしたわけです。彼が生前に雲を踏み潰さなかったというのが善行です。だから雲の糸を垂らした。それで神田田は一生懸命登って地獄から出ようとしますが、他の亡者たちが一緒に登ってきます。俺の糸だ、降りろと蹴落とそうとすると、重さに耐えかねたのか、お釈迦に見放されたのか、糸は切れ、皆落ちてしまいます。という話なんですが、これは相場に関係がある話なのです。亡者が一生懸命登っているところが、米国株価指数に群がる人々に似ていませんか？雲の糸ではなく、はしごにしてみます。はい。はしごを外すよりも折ってみましょうか。折ったらどうなりますか？落ちてしまいます。登っていた人が。そうですね。しかし、下の方のはしごにいる人はどうでしょう？落ちませんね。はるか下の方で買っている人がいます。ナスダックの1万ポイントとか、日経平均の1万円とかで買っている人たちがいます。で、鬼丸くんは日経平均で言えば5万円とか6万円とか、はしごの一番上で買ったわけだ。はしごが折れたら落ちるのは上の方にいる鬼丸くんだけですよ。ひどいです。けど、はしごにひびが入ったのを確認したら、鬼丸くんはどうしますか？あなたは投資家ではなくトレーダーのはずですが。S&P500 を CFD でショートしてやります。ですよね。CFD は投資信託より海外 FX なら何十倍何百倍も資金効率がいいです。つまり小資金で下落分の損失をカバーできる。せっかく海外 FX 講座を開設して、かつ私からダウ理論などのテクニカル分析を学んできたわけじゃないですか。
どこに株の下落で困る理由があるんでしょうか？大野さん、この間僕が推している YouTuber が買いだと言うから買ったのに、結局下落して損しましたよ。あいつ何なんですか？いや、鬼丸くんこそ何なんですか？その考え方終わってますね。そんなに頭悪かったでしたっけ？聞きますが、その YouTuber は未来人かなんかで未来を見てきた人ですか？いや、普通の現代人だと思います。ですよね。じゃあなぜ当てられると思うんですか？いいですか？確かにチャートは上か下かにしか動きません。だからギャンブルで言えば半丁博打 50% の確率で当たります。しかしね、たとえ半丁博打でもその結果を知っているのはイカサマをしているサイコロを振っている人だけです。だからインサイダー取引をしているトレーダー以外は結果を知りません。確かにそうです。すみませんでした。投資は自己責任というやつですかね。その通り。こう考えるようにしてください。鬼丸くんが勝てたら、それは運が良かっただけ。ラッキーボーイ。イエーイ。負けたら 100% 自分のせいです。この考え方であれば、調子に乗らずに自分の資金を守っていけます。そして実際にそうです。相場で勝った人はほぼ全て運が良かっただけです。相場環境が違えば儲かっていません。しかし、資金管理を間違えた時には大損します。これは完全に自分のせいだからです。調子に乗れば大損するし、堅実にやれば小さな損で済む。その負けを自分の資金管理の甘さのせいだと考えることができないなら、いずれ大損して退場するだけです。値動きが難しすぎます。上行ったり下行ったり。もう何がしたいんでしょう。鬼丸くん、いいところに気がつきましたね。上か下かでしょと簡単に考える人がいますが、それは現実を知らないからです。相場は周期。上でもあり、下でもある。次の図を見てください。これどうですか？ひどくないですか？これは無理ですね。周期が狭すぎる時がこれ持ち合いです。運が良いと、この周期が広くなり、人間でも狙えるくらいの取りやすい値動きになります。運ですよ、それは。大縄跳びみたいになるわけですね。そして運が悪いと、ボクサーが飛んでいる縄跳びに入らなくてはならなくなる。つまり、無理ゲー？そういうことです。さて、例え話をいくつかしていました。ここからが本題。多分真面目すぎて面白くはないです。しかし、トレードであなたが負ける理由があるとすると、今から話す内容のどれかになります。もしもトレーダーなのであれば、最後まで見てください。大野さん、いろいろ教えてもらったけど、結局まだ勝てていません。なんででしょう。鬼丸くんは分割エントリー、分割エグジット、トレード結果の反省、ポジポジ病を避けるための対策、コツコツドカーンを避けるための対策をしていますか？いや、多分一個もやっていません。何なんですかそれ。順番に説明しましょう。まず、エントリーするとき、その買った値位置が一番いい値位置である可能性があるのは大底だけです。それが無理ならジャスト押し目買いの底。それ以外はあまり良くないレート。あまり良くないレートで買っているのに、一度に全ての枚数を買いますか？その後、戻るかもしれませんよ。僕はいつも、よし！伸びた！と思った瞬間に飛び乗ります。それが悪いとは言いません。動くまでわからないこともありますから、いつも押し目で買えるわけではない。ですが、飛びついたらその後戻るかもしれないということを頭の片隅に置いておきましょう。また、押し目買いするときもまだ戻るかもしれない。この考えは必要です。私は誰よりも大底ギリギリで買える技術があります。そんな私でも押し目で買うとき、買った値位置からまだ下がることがあります。その時は損切りしてまた買い直します。でも全力で買っていたらどうでしょう。損切りが多くなって損切り貧乏になってしまいます。だから押し目買いの時も分割で買います。OK、エントリーの話をまとめましょう。飛びついて買う時も押し目で買う時も3回に分けてエントリーする。なぜならその後戻ったらもっと有利なレートで買えるから。そして、損切り貧乏になる可能性を減らすため。以上のことを覚えておいてください。伸びた時に一気に利食いするのはダメなんですか？はい。前回の話を覚えていますか？資金管理のマジック。
損切り幅と同じ幅で半分利確する。そして損切り位置を変えずにそのまま放置して予定していた利食い位置への到達を待つ。これで戻ってきても損失にはならない。それに予定通り行けば利益で終われる。はい、もちろん覚えていますよ。資金管理の魔法、やっぱり理にかなっている気がします。例えばそんな2分割エグジットの方法もありますし、3分割エグジットの方法もあります。では、半分利確したとして、その後の利食いをどうするか。最低2つに分けてください。つまり、最終的には3分割利食いになります。1、最初予定していた値位置で利食いする。2、思った通り行かずに戻ってきて利食いする。3、予定していたよりも伸びて、次の目標値で利食いする。方法はこの3つです。戻ってきたときは危なければ全部やめてもいいです。問題は伸びたときにあります。本当に最初予定していた値位置ジャストが天井になって戻ってくると思いますか？確かに。言われてみたらめちゃくちゃ高度な技術がいりますね。そういうことです。底根付近で買っていて伸びる天井がどの値位置になるかをピタリと当てることができる人間はいません。私でもできません。ある程度伸び始めてからであればわかりますが、ただそれも何個か候補があるという状態。だから分割でここまでは行くだろうという値位置、ここまでもしかしたら行くかもという値位置に利食いを設定します。相場があなたが思っているよりも3段階伸びる。この言葉を覚えておいてください。もう天井かと思った時点からあと2回は更新する。だから利食いも分けておかないとその後の値幅を取り逃します。しかしずっとホールドしていたら戻ってきてみすみす利食い損ねるかもしれません。だから分割します。エントリーも3分割で、エグジットも3分割します。OK。エントリーエグジットの分割の話は終わりですが、ここからが重要です。トレード結果の反省、ポジポジ病を避けるための対策、コツコツドカンを避けるための対策。これが理解できないとトレードがうまくてもお金は増えずに悔しい思いをします。鬼丸くん、土曜日の夜は何してます？お誘いですか？違うか。だいたい遊びに行っています。土曜日の夜はトレードに時間を使ってください。相場動いていないじゃないですか。そう、動いていないからトレードの邪魔にはならない。この時間に来週以降のトレードが劇的に改善します。まず、今週の間に負けたトレードがあった日の履歴データをダウンロードします。たくさんやっても疲れるので、負けた日だけでいいです。そうしたらチャートを開きます。チャートに印をつけていきましょう。1時間足をメインで見て、時々小さく15分足などにしながら俯瞰的に見ます。この時、なぜ負けたのかを改めて見てみると、もう値動きの結果が分かっているので、なぜ負けたのかが明確になります。飛びついて買ったが、その後戻って損切り。押し目買いしたらさらに下がって損切り。持ち合いなのに買って、結局動かずに下髭で損切り。騙しに合っているはずです。よく考えると、だいたいこの3つのどれかではないかな。損切りを置いている場合ね。確かに、飛びつき買いで戻るのはよくあります。押し目買いも戻りすぎちゃう。持ち合いでも待ちきれずに買ってしまいます。ですよね。チャートを開いたら、その箇所にチェックマークやペケマークをつけましょう。で、どうすればよかったのかを反省してください。そして、もう二度と同じミスはしないぞと誓うこと。これで来週からのトレードで今週と同じミスでお金を減らす可能性をかなり下げることができます。この土曜日の夜のトレードの反省という作業を毎週続けた場合と1回もやらない場合、どっちの自分が1年後にお金を増やしているかわかりますよね。100% トレードの反省をやった自分です。私もそう思います。できれば毎晩やった方がいいですが、土曜日の夜に仕事がある人は少ないでしょ？コンビニの深夜バイトでもしていない限り。だから遊ぶのは雇用統計以外の金曜日の夜か土日の昼間にしてください。はい、わかりました。土曜日の夜は過去の頑張った自分を思い出してあげてください。ポジポジ病はね、ずっとチャートを見ているとかかる病気です。
だから前回紹介したような福さんが作ったツール、エントリーアシストやプライスノティファイを使うといいですよ。プライスノティファイは指定したレートにチャートが到達した時にスマートフォンにお知らせしてくれるインジケーターです。エントリーアシストもエントリー時に利食いと損切り位置を設定するので、エントリーまでにワンクッション置けます。これらにより、ポジポジ病はかなり解決できます。なので、福袋を手に入れるのが一番確実です。そして今回は、これらのツールがない場合はどうするかの話をしましょう。はい、お願いします。まず整理してみましょう。なぜポジポジ病になるのか。チャンスを逃したくないと思うからです。しかしチャンスは毎分あるわけではない。デイトレードでは1日数回しかありません。スキャルピングなら少し話が変わりますが、それでもチャンスの押し目やブレイクまで待たなければ勝てない。チャンスは1日数回しかない。これを記憶しておいてください。次に資金が増える方程式を覚えましょう。勝ちトレードの平均かける勝った数、マイナス負けトレードの平均かける負けた数、イコール増えるお金。つまり、頑張って勝たなくても、負ける数を減らすだけで、あなたのお金は増えます。そして、負けトレードになる可能性が高いのが、チャンス以外でエントリーした時です。例えば、持ち合い相場。持ち合いだと気がつかずに、または分かっていながら、待ちきれずにエントリーした。トレンドに逆行した方向へエントリーした。飛びついて買ったので、トレンドが一旦戻るタイミングだった。この3つには気をつけてください。じゃあ、チャンスになりそうなタイミングを教えてください。今の逆です。持ち合いを抜けるとき、トレンドが終了したのを確認した後の逆張り。トレンドが始まるときのエントリー。持ち合いを明確に抜ける瞬間が存在します。この時はトレンドラインでもいいので引いておきましょう。そして抜けたらエントリーする。抜けるまでは何もしないと決める。次に逆張りまたは押し目買いは値動きが止まって反転することを確認してから入る必要があります。この時のポイントは1つ目時間、2つ目値位置、3つ目足し上の値動き。この3つです。ここを極めたら大底で買えるようになりますが、次回以降で話します。最後はトレンドが始まる時のエントリー。エリオット波動原理で言えば3波5波のスタートです。ダウ理論の高値安値切り上げを確認しながら安値圏で重要なラインをブレイクした時に買います。もちろん損切りは安値の下に置いて。以上3つがチャンスです。持ち合い抜け。トレンドが終わった後の逆張り。トレンドが始まる時のブレイクでの買い。やってはいけないのは次の3つ。持ち合いの中、トレンド途中の逆張り。伸びきった時の飛びつき買い。だからあなたがエントリーしてもいいのは、さっきの成功するタイミングだけです。他にもありませんか？実はあります。時間でエントリーする方法。私はこればっかりです。時間の回で説明しますね。まとめましょう。ポジポジ病を避けるための対策は、ツールを使うこと。実質的にチャンスまで見ない。これはプライスノティファイで実現できます。エントリー時に利食いと損切りを必ず設定する。これはエントリーアシストでできる。それが甘ければもっと時間がかかるので逆にいいかもしれません。飛びついちゃう人は。二つ目、チャンスは1日数回しかない。これは時間の項目を学べば理解できます。三つ目、勝ちトレードの平均かける買った数。マイナス負けトレードの平均かける負けた数イコール増えるお金。つまり頑張って勝たなくても負ける数を減らすだけであなたのお金は増えます。そして最後はこれ。持ち合い抜け。トレンドが終わった後の逆張り。トレンドが始まる時のブレイクでの買い。これ以外ではエントリーしないと決める。ただしこれはチャート形状だけの話をしています。その単体チャートの形状だけで相場は動いているわけではありません。だから時間、値位置、足し上の値動き。この3つを考える必要があります。その時間にその値位置でマーケット全体の流れとして動き出した。これが本当の値動きです。覚えておいてください。つまりトレード手法でエントリーの条件が整った。しかしちょっと待って、他の市場とタイミング合ってる？ということ。米国金利、米国株価指数、日経平均、ユーロドル、ユーロ円、ドル円、金、原油。よくある FX と CFD 銘柄ですが、こ
これらは連動します。そして誰が買うのか。それが時間です。米国のトレーダー、それとも欧州トレーダー、日本人。彼らのポジションは今どこにあると思いますか？ここまで考えた上で3波が立ち上がるタイミングなら買ってください。難しいですね。でも多分そういうことなんだろうと思いました。一つのチャートだけではなく多次元で考える。これは僕の通貨大戦争で天界と地獄を巻き込んでバトルしたのと一緒ですね。よくわかりませんが、そういうことにしておきましょう。最後やりますか。コツコツドカンは今まで稼いだ利益を大きめの損失で失ってしまうことを言います。これを避けるためには調子に乗らないことです。1枚で最初様子見エントリーしていた。これがうまくいった。次に3枚に増やしてエントリーした。これはそこそこうまくいった。次にまた3枚、また3枚、また3枚。はい。もう最初のような慎重さがなくて、1枚でのエントリーをしなくなってる。これで負けがかさむと、つまり相場環境が持ち合いなどに変化するとどうなるか。3枚分の損失がどんどん増えると、最初の利益などなくなってしまいます。このケースも一つありますが、一応次のものも説明しておきます。けど未だにやっている人いるのかな？損切りを置かない。そして、マイナス方向へ進んで塩漬けになる。これは最悪です。安値割れで損切りを徹底してください。まとめましょう。最初は必ず様子見からエントリーしてください。だから常に3分割でエントリーする。最初は1枚から。次に3枚。次は減らして2枚。こんな感じで分割して、最初の1枚がうまくいってから本気のエントリーを考えましょう。押し目買いはとことん押す可能性もありますし、ブレイクもその後押し目になる可能性があるからです。最初のエントリーさえ損失を小さくできれば、それだけでもマイナス額を減らせます。そして損切りはダウ理論が崩れたところに置く。動かさない。利益が出たら資金管理のマジックを使ってリスクフリーにする。欲張らない。伸びたら複数の目標値で分割利食いする。相場はあなたが思っているよりも3段階はさらに伸びます。良いでしょうか？ありがとうございます。特にトレードの反省の土曜日は今週からすぐにやってみます。エントリーもポジポジしてコツコツドカンなのでタイミングを待って慎重にエントリーするようにしますね。OK。今回は一番重要な話でした。長い間視聴してくれてありがとう。お疲れ様でした。